子供がリサイクルショップで安い時計を買ってきました。セイコーのクロノグラフ、デート付きが税別2300円でした。壊れてないかはお店で確認させてもらったそうです。なかなかにかっこいいクロノグラフです。製造年が不明だったので、ネットで調べてみたら、1980年代の製造のようでした。少し目立たない傷は風貌にありましたが、文字盤は綺麗でした。ケースは手垢で汚れていましたが、クリーニングすると綺麗になりました。金属製のベルトは、コマはすべて揃っているようでした。2コマ外して、子供の腕のサイズに調整しました。裏蓋のパッキン交換と電池交換をします。バックルのバネ棒を外していきます。これで金属バンドが平らにできるので、裏蓋を外す作業がやりやすくなります。裏蓋を外すためには結構力がかかります。手で持って外そうとすると工具がずれやすく、裏蓋に傷をつけてしまいます。しっかりと固定できる時計用の固定台があります。そこに時計をセットします。裏蓋オープナーの爪の位置を調整して、裏蓋のくぼみにぴったり合わせます。特に固着なく、スムーズに緩めることができました。中に錆や水、汚れはなく、綺麗な状態でした。クロノグラフのスイッチ部分から水漏れしてないか、動作はスムーズかを点検しています。特に問題はないようでした。電池を取り外しています。電池の接点が錆びてないか、液漏れの跡はないかを見ています。問題ないようです。取り外した電池は 1.37V でした。新品は 1.55V なので、かなり消耗していました。新しい電池を取り付けていきます。新しい電池を入れて、ちゃんと動いているかを見ています。裏蓋のパッキンがねじれて挿入されていて、歪んでいました。パッキンも電池交換と同時に交換しておきます。パッキンにはたくさんサイズがあるので、部品屋さんで型番からメーカー指定サイズを探してもらって調達しています。シンナーで裏蓋の溝をクリーニングしています。溝に錆や汚れがあると水漏れの原因になります。電池交換した日付を裏蓋の内側に書いておきます。時計用のシリコンオイルの代わりに自動車整備用のクレのシリコンスプレーを使ってパッキンにシリコンを塗布しています。パッキンはすごく細いので傷つけないように優しく取り扱います。パッキンを裏蓋のネジ山の一番奥側にセットしています。締め込むときにネジ山に噛み込むのを避けるためです。
手でゆっくり締め込んでいって、引っかかりを感じないか確認します。手では回せなくなるまでは、感触を感じやすいように手で締めています。裏蓋オープナーで本締めを行います。クロノグラフの動作点検をしています。特に問題ないようです。時刻合わせをしています。なかなかかっこいい時計ですね。私も欲しくなりました。最後に金属ベルトのバックル部分のバネ棒を戻して作業終了です。電池は132円、裏蓋パッキンは330円で購入しました。完全防水のためにはリューズやプッシュスイッチのパッキン交換も必要ですが、少し難易度が高く壊してしまうと怒られるので省きました。